With me With you! 上だ With us でーす。はい、どうも。今日はですね、日本のアルバイト面接について皆さんに紹介をしていきたいと思います。皆さんがですね、留学で日本に来た際にアルバイトを日本ですると思うんですよ。はい、アルバイトするって決めた時に、まず最初何があるか、面接ですよね。アルバイト面接しなきゃいけないけど、ね、でも日本語でね、話さなきゃいけないし、どんなことを聞かれるかわからないという方いると思うので、今日はですね、アルバイト面接に関してざっくりいろいろね、話していきたいと思います。はい。お二人はアルバイト行ったことありますか？いっぱいしてきましたよ。僕も結構ある方だと思う。3、40個したかもしれない。そんなに？高校生からだから。ああ、そういうことね。ちょっと代表的なの何個教えてくれる？コンビニ、セブンイレブンだね。セブンイレブン、あと居酒屋、まあ英語の教師。記憶どんなことでしょう？僕はそうやね、面白かったやつだったら朝の朝刊の配達とか、工事現場とかも結構楽しかったし、あと料理教室の皿洗いとか、いろいろやってたけど。そんなの。確かにね、多分日本人がやるバイトと外国人やるバイトほとんど変わらないので、さっき言ったコンビニとかね、やるバイト一緒かなと思います。まず最初にね、面接の前に準備するものがあると思うので、ちょっとそこをご紹介させていただきます。まずアルバイト面接でいるもの、履歴書ですね。はい、履歴書。あと困るよな、外国人やったら。困りますよね。じゃあちゃんと、まあこれが結構ね、簡単なフォーマットでね、どこでもコンビニとかで結構買えるやつで、一番重要なところとしたらやっぱりその職歴の部分をよく見られるかなっていうイメージ。あとはそのね、ちょっと動機とかアピールポイントとか書くところがあるんで、字が汚いとかそこら辺だけ気をつけてくれればいいかなっていうふうに思っております。あとあれだね、履歴書でやっぱ重要なのは写真撮らなきゃいけなくて、写真どこで撮ればいいんだってなる時があって、そういう時カメラスタンドって言って写真が撮れるところがあるんです。こういうやつですね。そう、こういうやつ。コンビニとかもね、コンビニとかもある。駅の中とかね。あるね、あるね。そういうところとかで撮ってもらって、そしてそれをノリとかで貼ってもらったらいいかなって思います。その他って準備するものあります？アルバイト面接で。そう、正直ね、アルバイト面接ってね、あんまないんだよね。ないね。なので、準備するものなんだろうって思うんですけど、この履歴書だけかなと思います。あと調べたらね、スケジュール帳とか筆記用具、メモ帳、印鑑、身分証明書とかが言います。外国人が日本でお仕事する際には、おそらく在留カードとかは確認されると思うので、履歴書と在留カードは持っていった方がいいかなと。その在留カードもその28時間の許可証みたいなのがいる。許可の印鑑みたいなのがいるから、それを貼ってもらって、次つけてもらって。それは準備するのはそんなもんですね。服装は長袖長ズボンっていうのがやっぱり基本じゃない。そうでもない。なんか半袖とかで言ったらさ、あんまりいい印象持たない。でも気にしたことないかもしれない。そういうことか。僕一回ね、その半ズボンで面接行ったの。なんで君半ズボンなんみたいな言われて、あ、すみませんって言って、でその後普通に合格したんだけど。僕気にしたことないな。普通に遊びに行くから。パーカーとこんなで行く？全然行くよ。多分ね、それだったら全然いいと思うんだよ。いける？いける。いけるけど、なんだろう、僕もその面接とか何回かやったことあるけど、本当にブワーンって派手なやつ、例えばここら辺に顔とかがポンって乗ってるプリントされてるやつだったらちょっと引く。でもどうかな、いける気がするな。それなんじゃない？居酒屋とか僕受けてきたから。いけるわ、確かにいけるわ。居酒屋とかだと全然いける、確かに。だって茶髪とか金髪とか全然いいとったら。そうですね。なんで皆さん行かれる際はね、かなり派手な服じゃなかったら基本的には大丈夫だと思います。例えば何があるかな、民族衣装とかね、チャイナドレスとかね、そういうのは着ない方がいいですよ。いや、俺チャイナドレスの子着たの一発合格。次は、バイト面接で質問されることに関してちょっとご紹介をしたいと思います。どんなことがあるかなっていうふうにちょっとまとめてみたんですけど、まずは、応募理由を聞かれるかなと思います。例えばね、日本語だったら、このアルバイトどこで見つけましたか？このアルバイトどこで見つけましたか？このアルバイトをやりたい理由は何ですか？このアルバイトをやりたい理由は何ですか？これまでのアルバイト経験も聞かれると思います。今までアルバイトをしたことがありますか？今までアルバイトをしたことがありますか？で、あとシフトですね。どれくらい出れるのかっていうのも聞かれると思います。土日も出勤できますか？土日も出勤できますか？もう少し遅くまで働けますか？もう少し遅くまで働けますか？通勤手段ですね。何でアルバイトに来ますか？何でアルバイトに来ますか？どうやってアルバイト先まで来ますか？で、多分聞かれないと思うんですけど、前のアルバイトを辞めた理由とか、前のアルバイトを辞めた理由は何ですか？前のアルバイトを辞めた理由は何ですか？大体これぐらいかなと思います。あと聞かれそうなことある。基本的に多分どこの国も一緒ですけど、その人がちゃんと仕事できるのかっていうのと、実際どれくらいシフトに入れるのか
っていうことをまあ聞きたいだけなんで。そうだね。僕の場合イメージとしては何してきたかってとかもよく聞かれるは聞かれるけど、結局のところ大事なところってどんだけ働けるのか、とあとどんぐらいの期間、大学生だったらね4年生で卒業とか、専門学生だったら2年間で卒業とかだからいつまで働けるのかっていうのを意識してこの人取る必要があるかないかみたいなとこ見られるから、そこがよく聞かれるかなっていう。向こうの、ね、会社さんからしたら、雇う側からしたらどれだけ働いてくれるのかっていうのが一番重要だと思うし、バイトだしね。そうあと案外僕の場合だと1年間だけ働きたいです、意外とそういう期間つけてもらった方が意外と助かるっていうところも結構あったりするんで、じゃあまあこんな感じでね、アルバイト面接で聞かれることは以上となります。でただまあこれでもあまりイメージできないなっていう人いるかもしれないんで、念のためねこれから実践をやっていきたいと思います。こんにちは。私店長のジンと申します。よろしくお願いします。私昴生と申します。よろしくお願いします。昴生君は今までどんなバイトをしてきたの？はい、僕は今まで、居酒屋のバイトでしたりコンビニのバイトなどをしてきました。居酒屋のバイトではキッチンやったりした？包丁って使える？いいえ、私はホールがメインでしたので包丁は使っていません。そうか。ちなみにキッチンやってみたいなとかそういう思いってあるかな？はい、あります。私がホールでバイトをしてた時、いつもキッチンの人がかっこいいなって思っていたので、ぜひやりたいなって思っていました。そうだったんだ。それはすごく嬉しいよ。じゃあ昴生君、1週間以内に合否の連絡するからまた待っててね。今日は遠いとこから来てくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、皆さん実践ありがとうございます。いえ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 、なかなか緊張しましたね。緊張した？めっちゃ緊張した。面接って感じですね。皆さんもし日本に来てアルバイト面接するときには参考にしてみてください。頑張ってください。はい、頑張ってください。この動画を見て役に立ったな、参考になったなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。お願いします。With me! With you! With us! バイバーイ！バイバーイ！